タガメを食べたいと思います。苦いです。なんか黄色い黄緑の中身がわさびみたい。あ、しょっぱいうん。でちょっと解剖して、ちょっとこっちはちょっとあんま食べれるところがないかな。ここぐらいかな。昆虫食で検索していて、ここのお店の昆虫食を何回も買ったことがあるので、いつかこう来てみたいなっていうふうに思ってて、タガメとか、あとはなんだろう、セミの甲虫みたいな。セミもね買ったし、タランチュラとか、コオロギとか、私 TikTok でショート動画を作っているので、それでなんかこう面白い昆虫食の動画を作れたらなと思って、でフォロワーが1万一応4000人です。でもともとちょっと美容の動画とかを上げてたんですよ TikTok で。でも美容だとやっぱ女性にしか見られないから男性にも見てほしくって、TikTok で載せられてるなんか食べてる様子も旦那様が僕は見ないです。撮って見ないですか？あ、撮りもしないし、見もしない。でも今日は今日は、せっかく、そうですね。うん、僕は本当にダメなんですよ。虫、本当に虫、本当に大嫌い。昔からもう昔から本当にもう全然ダメですね。食べることも怖すぎる。見るのも嫌です。男性の方が嫌いっていうか苦手な方の方が多いですね。昆虫食に関してそうですね。ショート動画も最後まで見れないっていう方とかいます。男性？男性。冷静で。普段はご自身でこれを撮影されています。そうですね。あと娘に手伝ってもらって、あと編集も。娘さんが編集？編集も。じゃあカメラも携帯で持ってて。あ、持ってない。三脚で。じゃあ虫が好きですか？虫好きってわけじゃないけど。はい。パパよりは大丈夫だよね。パパよりは大丈夫。お父様は小さい頃に例えば普通に隣の男性の子供みたいになんか昆虫を取りに行ったりとかあったんですか？小さい頃は大丈夫だったんですけど、大人になってからだんだんそう嫌いに。なんでですか？わかんない。なんか急にアレルギーみたいな。そう急にもう大人になってからは本当に。で今季節メインで、ハエの子、家バエですね、飛びっこみたいなプチプチ食感が楽しんでいただけます。こちらのヨーロッパイエコオロギは本当に小さい小エビみたいな感じで、桜エビよりなんか美味しい。うちのこのタガメサイダーで人気なものなんですけど、オスのフェロモンが青リンゴみたいなフルーティーな香りがする昆虫になってまして、しませんか？甘い。ちょっとでかいコオロギになってまして、写真だとちょっと黒っぽくって分かりづらいんですけど、プリッとしたコオロギで、アーモンドのほのかにアーモンドの風味と脂質、ジューシーなコオロギになってるので食べ応えがあるコオロギになってます。味はいかがでしたでしょうか？
え、美味しいんですけど結構甘じょっぱい。うん。体験したことないものですね、これは。みんなほぼほぼ看板のこのドリンクを注文したんですけど、でも他のみんなの食べ方はそれを使ってこんな感じで食べたんですよ。はそうそうそう。でもお二人がい。そうですね。ね、なんかもうね強いというか。いや、光栄です。ありがとうございます。そうか、ほじるのか。みみんなそうかと思った。おお。サラダの方にもコーラがトッピングされてる。本当だ。すごいよな。ありがとうございます。竹林のが虫子特写。虫のクローズ。ありがとうございます。律儀っすね。トイレした。おお。美味しい。おいしい。パリパリしてる。タガメより食べやすい。あ、本当。豆みたいな味する。へえ。こんな感じ。だー。こんな感じです。これ父さんに送ったらひっくり返りそうだな。これもらいます。取りすぎるなよ。はい、すみません。なんだこのコオロギでは取りすぎるなよって言われる説教は。20年以上生きてて初めて言われたようなんですけど今。手を知ったきっかけとかは何ですか。今日予約して。あ、してなしてなくて。い。もともとヘビとかカエル食べる人で食べたことがあってさばいて調理して食べるみたいな。あ、多分画像あるかな。ちょっと見たくはないな。でもね、見せてほしいです。こういう風になんか調理してからこうやってあげてこう食べてみたいな。あ、そう、こういう風に焼いてこうやって食べる。こんな感じ。もともと YouTube でまた別の人のそういうサバイバル系のを見て、私もカエルとかヘビ食べたいと思ってこういうの食べてこう興味がそのサバイバルとかに興味が湧いて、狩猟ってわかります？鹿とかクマとか、あれの免許取ってで今月デビュー、狩猟デビュー、ハンター何を買いに。鹿ディアじゃあ銃を。あ、そう、あ、すげえ。それも取ったでも一番食べたいのがクマなんですよ。それも自分で捕まえて食べるっていう。攻めてますね。あ、攻めてます人生攻めないとですよね。ちょっと好奇心も強い。なんか怖い動物だったりとか何かありますか。人間人間の方が怖いあ、それは言えてますね。人間の方が怖い。子供時代になんかこの動物が怖いよみたいなあったりします？子供？うん。親？ごめんなさい。動物はやめましょう、せめて。動物ですけど。親じゃんだって。いや、確かに子供の時親最強の字でしたけど、そういうことではない。そういうことではない。親だよ。これ結構バッタとホワイトチョコをベースにしたソースなんですけど。このソースは茶色い全部バッタでこれバッタのソースなんですか？あ、そうですそうです。昆虫食に興味を持ったきっかけっていうのはなんかどうしてなんですか？あ、私ですか。はい私本当たまたまです。前の会社を辞めてふらふら遊んでたらたまたま昆虫食に出会って、昆虫食って結構罰ゲームだったりとかゲテモノ食みたいな扱いだったらしいんですけど、私は意外とすんなり食材に見えて、これバッタの糞と紙粘土でできた仮面になってまして、バッタ養殖してると糞が大量に出るんですね。それを使ってバッタの糞を練り込む、みんなでバッタ仮面っていうのがあるように、
昔だとあんまり昆虫食べてるって大っぴらに言えなかったりした時にバッタの仮面を食べると、みんなバッタ仮面ですし、誰が食べたのかって匿名性もあって使ってました。ギブだったら言ってください。はい。あ、落ち着いた。もちろんうちだとこの前やったら揚げ焼きみたいな感じで、ちょっと切り込み入れてお腹をすくってもらったりしたりとか、結構白身魚みたいな。お腹がその部分こっち分かれるとね、すごいカメラを意識してる。意識してパンサしっかりしてる。こっちに。前店舗でよく来てくれた小学生の女の子がマダゴキ姉妹って呼んで、そう姉妹で2人で可愛いずっとマダゴキ見てて、飼いたくてしょうがなくて、お母さんゴキブリとか昆虫全然ダメなんで、すごい話し合った結果、いろんなテストとか宿題とかちゃんとするから買わせてくれっていうことでクリアして、普段売ったりとかしてないんですけど、お母さんがいいって言ったならっつって選んでもらって、このお店で買ったんですか？あげました。あげました。プレゼントとして。プレゼントです。一匹で。あとやっぱ害虫と思われちゃったりすることによって気持ち悪いってでもずっと見てるとやっぱり害虫と言われるものでも可愛かったり、尻尾が上にそういうなんかどういうの、うんちしそうかもしれないです。もしかしたらお姉さんたち飼いたいですか？ペットとして。無理かもしれない。まだちょっと早い。まだ早いから。それはちょっと。そのコオロギが上にちっちゃいコオロギがポロポロってなったんですけど、なんかスナック菓子みたいな、ちょっとしょっぱいスナック菓子みたいな感じで美味しかったです。それ単体で食べてました。胡椒系のポテチみたいなわかりますか？なんで昆虫食をなんか食べたいという思い始めた？実は昆虫食が好きな人がいるので虫が好きなんですけれど、なんかどこかの機会で食べたいなっていうふうには思ってたので、小学生ぐらいの時からなんか早いな、確かに。何年生？3年生？いや、もともと虫はやっぱり触りまくってはいたんですけれど、なんか学校の花壇とかに幼虫がたくさんいるんですね。それを持って帰って家で育てたりとか、カブトムシ捕まえに行ったりとかもよくやってたんですけれど、5、6歳ぐらいの時にカブトムシとかクワガタとかを家族でたくさん取りに行ってたり、ツマグロヒョウモンっていう蝶々がいるんですけれど、その幼虫を大量に捕まえて育てて返して、で帰ったら逃がしてみたいなので、そういうのをやってましたね。一番好きな昆虫は何ですか？はい、オニヤンマです。オニヤンマ、トンボなんですけれど、複眼が緑色で大きくて、羽が4つこうバーって広がっててかっこよくて、あとチョウトンボっていう蝶々みたいな見た目の青紫青色のキラキラってしてるトンボが好きで、やっぱりトンボがかっこいいなってなりまして、もうそうですね、数十年前育ててたのが今現在だと虫を食べる人になってるみたいな感じになってます。
やっぱり庭がその虫の楽園みたいなところに住んでたので、スズメガの幼虫だったり、マメハンミョウっていうハンミョウっていう虫に似てるんですけれど、別のなんか毒持ってる虫とかがうろうろしてたりとか、そういろいろ春ぐらいになると実家に戻りたいなっていう気持ちにはなってきます。実家はどちらですか？熊本です。このお店をよく行きますか？去年来たことあって、はい、それでこのコオロギの食べ比べセットとなんか、食べ比べセット食べましたね。去年のいつ頃に来たんですか？今日ですね、11月16日。去年の今日。はい。じゃあ1年ごとの周年イベントみたいな。啊，そうですね，这是今天是我的生日。哦，おめどうもどうも。自分の誕生日の日にここに来たんですか？なんでしょうかね。結構僕そうですね。誕生日にやっぱこういう珍しいものを食べようみたいな、なんか1年に1回の習慣があって、やっぱりなんかそのまあ1年やっぱ毎年美味しいものっていっぱいあるんですけど、やっぱりこう1年に1回はこういうなんか珍しい、そういう言っちゃうゲテモノみたいなのを食べて、やっぱりなんか自分の中のなんかそういう価値観みたいなのをなんか新しく挑戦していけばいいなみたいな感じで、はいこういうもの食べてますね。そういった挑戦はあなたに何をもたらすのでしょうか？挑戦か。挑戦ですか。そんな没有，我只是奇怪的东西而已的人而已。これが杏仁豆腐みたいな本当に風味がするんで、それは収穫しに行きます。それは野菜と一緒の感覚で、だから農家さんこれやると農家さん本当大変だなって思いますね。収穫地域によってイナゴとかは田んぼの時に農薬散布してないであろうところ、知り合いの田んぼのところで取らせてもらったり。で乾燥してる全部加熱乾燥済みで軽く塩が振ってあるものになってまして、サソリだとたまに中国でも結構食べられてませんか？人気なのがサゴワームですね。ゾウムシの幼虫、普通の昆虫よりも脂質が多いので。この方が買ったことあるらしいので。ありがとうございます。ミックス。ありがとうございます。イナゴ。TikTok のライブ配信。それでちょっといろいろあって食べようってなって、初めて食べたのがサソリでしたね。サソリから、結構硬いですよね。そうですね。カブトムシは食べたのを動画に。あんまりカブトムシは一般的には美味しくないと言われて、1日前ぐらいに食べてちょっと味きついなって個人的には思いました。で昨日食べて。毎日食べて今日は何を？いただきます。
香ばしい、めっちゃ香ばしい香り。配信でコラボした人が結構昆虫食食べてる人で、その人がサソリ食べてよって言ってきて、それがきっかけでサソリを最初に食べて昆虫食を食べるようになりましたね。そっからサソリもタランチュラもそのまま食べました。もう出してそのまま食べま、もう料理とかしずに1個丸ごと。それ食べたことがあったからもう一回食べたくない、あるいはもう一回食べたい、どっちですか？虫によりますね。はい、食べたくないやつと、もう一回食べてもいいかなって思える。味だけで言ったら、ゴキブリ美味しかったんですよ。でも見た目がちょっときつくて、リスナーの人がいつも配信に見に来てくれる人が送ってくれて、何個か虫送るから食べてって送ってきたから、もうしょうがなく飲み込むのが大変でした。飲み込むまでに時間かかりましたね。そのファンのことを組んでたりします？でも食べることによってギフトを送ってくれたりとか、よく頑張ったねみたいな感じで。なんか昆虫をやっぱ男性リスナーの人がよく食べてって言ってくるんですけど、やっぱ同性のリスナーの人ってやっぱ貴重だし、やっぱ男女関係なく楽しんでもらえる配信をしたいなっていうのは常に思ってますし、で昆虫をいやいや気持ち悪がりながらも頑張って食べてるところをやっぱみんなは面白がって見てくれるんで。だんだん激しくなってどうすれば？大体やっぱギフトでその順位が決まるんで、ギフトたくさん送ってくれて、そのイベントで何位3位ぐらいまでいけたら食べてあげるよとかみたいな感じにするかなと思いますね。只是我要我的这些一句话，那个我觉得，いいですか？日本語でお願いしてもいいですか？単純にすいません。そうですね。ちょっと一言だけなんかちょっと言いたいなってことがあって、ちょっとなんで僕が昆虫食みたいなの食べるかなみたいなあるじゃないですか。やっぱりその誕生日って結構なんだろうな、やっぱその学生とかそういうなんか職場とかをなんか卒業だったり退職だったりとかするとあれじゃないですか。やっぱりその居場所みたいなのがなくなると、祝ってくれる人結構いない人って多いじゃないですか。その一人で祝うみたいな。僕とかもそうですね。結構あるじゃないですか。学校とか職場がなくなる、急になんか友達とも疎遠になるみたいな、そうなった時やっぱ誕生日とかってその一人でなんか過ごすみたいなのが多いじゃないですか。そのでやっぱ祝う人がいない人間ちょっと寂しくなったりとか、ちょっとなんか悲しい誕生日になったりするってあるじゃないですか。なんでやっぱり逆にだからこういうなんか
そういう日にやっぱり一個そういうすごい小さなことでもいいんですよ。一つ一つ小さい新しいことっていうのをやっぱりそうなるとその気分がちょっとなんか新しいことをして達成感みたいに得られてちょっと少し人生が前向きになる。こういう新しいものを食べる。タガメだってその結局やっぱり最初は見た目ちょっとグロテスクだったりちょっと食べる子に抵抗があるんですよ。案外食べると、結構いけるなって思ってそういうなんか小さいなんか達成することで自分の中のそのなんか勇気が増えるみたいな感じでそういうなんか小さい挑戦だったり挑戦がやっぱりそういうなんか小小的挑戦就是会那个日程就带点勇气嘛。你听得懂吗？小小的挑战带来了勇气。皆様ちょっとこちらに一個pay attention してほしいことがありまして。実は今日はこのお兄さんの誕生日なんですよ。いや別にそんな。せっかくだしみんなで一緒にハッピーバースデーソングを歌おうかなと思いますが大丈夫ですか？せーの。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.お名前僕大丈夫ですなんかタガメで Dear あなた Happy birthday to you おめでとうございます。どうもありがとうございます。